皆さんこんにちは。こちらはマーク・レビンソンナンバー 380SL です。発売は1997年。当時の値段は115万円でした。マーク・レビンソンは歴史あるハイエンドのブランドです。その音は昔から高く評価されています。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。高精度のデジタルボリュームを搭載していて 0.1dB ステップの調整が可能です。出力インピダンスは6オーム以下です。これはハイエンドにふさわしい数字です。アンプのスペックでよく目にする SN 比と歪み率が不明です。消費電力は 17W ですが、スタンバイにしてもあまり変わりません。前回はこのアンプの機能と中身をご紹介しました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。ほぼ完全にフラットです。このアンプには音色がありません。加藤応答も完璧です。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。RCA のノイズは測定限界に近い値です。XLR はさらにノイズが少なくなっています。どちらにしても耳では到底わからないレベルです。これは過去に測定したアンプとの比較です。マーク・レビンソンはヤマハ C2A と完全に重なっています。マーク・レビンソンはオペアンプ回路で、ヤマハはディスクリートでした。これはアナログ式プリアンプの限界に近いスペックです。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。RCA で 120dB あります。現代のフルデジタルに匹敵する素晴らしい性能です。こちらは出力インピダンスです。だいたい7オーム一定です。ほぼカタログスペック通りです。これはハイエンドにふさわしい数字です。どんなアンプと組み合わせても音に影響しません。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。わずかに誤差があります。0.1dB ステップで調整ができるなら、ここは完璧であってほしいところです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は原音です。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は今回のアンプの音です。3番はこちらの音です。60円のオペアンプを使ったキットです。値段は540円でした。今回は最高の素材を集めて作られた115万円のハイエンドと最も安い素材で作られたオペアンプキットの音を比べます。マーク・レビンソンにはマーク・レビンソンの音があるのか、最高の素材を集めて作ったアンプは最高の音を出すのか。今回は答えを伏せてお聞きいただきます。
古いピアノにもたれいかがでしたでしょう。何番が今回のアンプの音だったか分かった方は答えをお聞かせください。マーク・レビンソンの音は存在しません。使われている素材も音に関係しません。世間で噂されるマーク・レビンソンの音は錯覚です。出てくる音は60円のオペアンプを使った簡単な回路と区別できません。ではマーク・レビンソンに価値がないかというとそうではありません。最高の素材を使って最高の性能を追求したマーク・レビンソンには物としての価値があります。しかもその価値が何十年過ぎても変わらない作りになっています。このアンプにはロータリーエンコーダーと密封構造のリレーが使われていました。これらのおかげで30年近く経った今も元の性能を維持しています。音に違いがないことを知った上でその価値に納得できるなら買って後悔はありません。ご視聴ありがとうございました。